こーにゃにゃちはー。いきなりですが始まっとります。キラグラクロタグリフォンは、一旦帰還させましたー。スーパー宿女対戦 F 今回は、その第10話、裏切りマップの後半戦になりまするぜ。前半戦では追加配備したケイオスブルードをなんとかどうにか倒すことができました我が宿女たちですが、だいぶとダメージ受けまして、半数ぐらいは帰還させ、ただいま伏兵ポセイダル軍戦に向け、兵器を養わせておる次第です。足の遅い最後尾だったサンドロックも、なんとか上陸果たせましたので、後半戦では頑張ってもらいたい。やってきたキタライブゲイオス。やっぱダメなんじゃろか相手するのは。なんてこったい 8% ですか。そもそもダメージ云々言うよりか、当てることさえ叶いそうにない感じじゃたわ。ならば、そそくさカレチドだけを、さっさと倒してエネミーフェーズに、備えて陣形組んでた方がマシじゃ。諦めましょう今マップでは、まだまだ実力不足は否めない。もう少し仲間を増やしておきたいぜ。のシンジ、56ですダメですか。やっぱダメか。備えに集中つこてられへん。早くニュータイプに目覚めて、ロケパンファンネルあたりで、バチバチ暴れておくれよファちゃん。弱いうちも楽しいけどもさ。さすがはセイラさん、グッジョブだぜ。あとはライゲーほっときましょう。さ陣形組んでいこう。頭数が少ないので今回は、縦に一列愛の字に並ばせまして対応します。いいじゃないよ愛の字だよ。これでバスターランチャは撃てねえべ。今日のところは見逃してやる。首を洗ってなんじゃらほいが。現れましたぜポセイダル軍。ダンバインを、また中央に配置してやったぞ。バチンと弾いてやる。怖いのはエネルギーボンバと、ダッシュッシュ。もう気力も上がってるから、ちょっとやそっとじゃ貫けないぜ。男子が根こそぎいないけど、代わりに宿女が立ち上がった。スパロボ F じゃよ。登場機体はフレキシブル。残念発射もっしゃ。とは言いましても、何でもかんでもは登場させませんぜよ。テーマはちぐはぐな組み合わせ。グワシャバッシュはエネボン距離でござんすか。これは防御で乗り切るべー。リアル系宿女はスーパーロボットに、スーパー系宿女はモビルスーツに乗せたりしましてミスマッチな能力なんかを楽しんだり、苦しんだりしております今シリーズ。もちろん例の外はありまするよ。そこはフレキシブルに捉えてちょよ。ギャブレもエネボン致し方。そうですか。よけたー。88とかありましたよ。ノンリセットでやっております。ズルした時は言います境に。もう神が格闘を乗るバック。抽選機体は合体許可がおりませぬ。いつまで経ってもおりませぬ。だから参戦できませぬ。ですよ。やるな彼氏。ショウザマは一人バイストンウェルから、オーラロードに乗り損なって、ニーラとアチャラで奮闘中。分身しよた。聖戦士でもないのに分身しよたわ。どういう風の吹き回し？ザムスガルを狙ってくれるとは。でもね反撃武器がなかったのね。ビーム兵器主体のザムスガル。もちろんベラロナ姫が、一殺戮兵器のバグを、選手部分のバルプラウに搭載させるわけもないので、今シリーズでのザムスガルは、通常兵器のみとなっております。これで最後のアローンくん、まずは無事にエネミーフェーズを、しのぎ切ることできましたわ。ここからじゃっと、前ド副兵ポセイダル軍に、反転攻勢始めまする。セイラリーナミファークリスってとこかいな。途中増援ポセイダル軍はレベルアップさせとりませんで、そのままじゃからいかほどの経験値をもらえることでしょう。たまにでいいからグッドボタンを押してくれるとより外にもアピールしてくれるとかくれないとか、みたいなので非常に助かりますんでよろしくなり。じゃあビムコ忘れてましたぜー。ひらめきーのじゃから当たりはせぬよ。ミサイルランチャーは射程4しかありませんので覚えておこう。やっぱ女の敵は女だと思うので、今シリーズでは通常よりかは、敵女子多めの展開にしていこうかなと思ってまするぜ。ボツデータとかも利用してね。ブレスとファイヤーはダメじゃ。22% じゃまず当たらん。仕方がないので海中ぐらいや、まずやろう。切り替え。今はレベルアップが大事です。よっしゃー。毎回ヒヤヒヤしてますぜ。まだ撃てるんだぞゴーフラッシャー。
69なら集中飛行艇、完璧ペキペキ北京ダック。アシュラテンプルがなんぼのもんじゃい。行くぞかますぞ、ゴーフラッシャー。シャラシャラー。めっさ強いぞゴーフラッシャー。これならジャブローあたりの攻略戦でも結構通用しそうじゃばね。そして、来たー。エマが熱血覚えてくれましたわよ。これでお密よゴーフラッシャー。続きましてドンピシャの黒倉発射に食らわしたろか。いけー。スコーン。一撃粉砕してやったぜ。残るバスランあと3丁。てかさ、クロスマッシャーとか、フラッシャービームとかややこしくない？さらにシールドフラッシュなのか、フラッシュシールドなのか、毎回ごちゃごちゃになってしまっておりまする。どうしても、ぽっかり穴が開いてたら、そこにダンバインをはめ込みたくなるアスゲンですが、うっかりぽっかり開けしまいましたわ。まあダコンときゃー、気づいとりませんで。スロランも分身でかわしちゃってる、無敵のノルバック。回復しきっていませんが、そうも言うてられません終盤戦。追い込みかけろや、グリフォンパンチ、腰をひねって叩き込め、ゴチンと一発 KO、バイバイバッシュ。アクシズ軍やオズの時とは違いまして前半戦は順調な宿女対戦となっております。再び手番をポセイダル軍に譲りませう。へ？豪商なの？いいけど。前回前々回は序盤ですごく苦しみましたスパロボ F なのでワンパターンはつまらないなと思いまして今シリーズでは序盤を比較的順調に進めていけて完結編に入って終盤戦になってくるほどに今度はアクシズ組み合わせとは反対に徐々に苦しくなってくるような展開にしていこうかなと画策しておりますのよ。今はまだ非力だけども強力ユニットのおかげもあってそれほど劣勢にはなってない感じですが、終盤戦になってくるほどその非力さが足を引っ張ってしまうかもじゃぜと予測しております。あくまで予測ね。そしてラスボスあたりも一工夫凝らしましてね、いつもとは違う感じにしようかと思ってますでお楽しみに。ぐわっはっはっはこれでバッシュは全滅しただお。なんだこの間は、もしかしてうっかりバスラン、打たせてしまったぜやてもうた。とにもかくにも生き残った。レッシーもやりおるじゃなかか、結構強烈じゃばよ。ここまでご視聴してくれたそこのあなた、アクシズ軍やオズが活躍するシリーズもありますよ。手にこのキにチャンネル登録していってね。まだまだどんどん続くかもじゃし、わからんけども。いやーヒヤッとしたぜ。それにしてもダンバイン、あれまでオーラバリアで弾いちゃったよ末恐ろしい。告知は死にかけマジンファーですが、もう帰還させるのはナンセンスなので、そのままやれるとこまでやっていかせます。いつも高評価くださる皆様、本当にありがとだぜ感謝なんだぜ。コメントなども嬉しいので、ちょっとしたコメントでも残してくれると励みになります。あこよかったぜとか、ここなんちゃらとかね。ノルバックは北側部隊を援護するため北上させて、レッシーをオーラフ歴切りさせまするぜ、ジャヒーン。本筋ではレッシーはこの後、仲間になりますが、じゃんねーん。今シリーズではずっとポセイダル軍やらせます。じゃんじゃん行くぜアルテイシア。海中グライアをハイパーバズーカで狙い撃ちじゃー。ガンダムだってやれんだぞ。お次は反撃負荷をいいことにしつこく狙ってきてた海中グライアメを冷凍ビームサーベルで切ってやる。とやー、わっはっはっは聞いたじゃろ。さすがに一撃必殺とまではいかなんだわ。チェダゼチェ。それではジャグレもとどめといきますかな。集中あった方が良さそうね。改めましてシールドフラッシュお見舞いです。行くぞよくわからん武器うおー、ガシャポン。よっしゃー。前半戦は泳いでただけでしたが、後半戦で発射にジャグレをやってくれましたで嬉しいもんね。さあ、畳みかけるべ、北上じゃ。180ミリ機関砲で北上ついでに海中グライアやってしまおう。バババババボカーン。エマも北上しましてレッシーをホルスタービームで削りたもう。でもさ、ホルスタービームってなんやねん。ギンギンギーン。次回マップで宿女が一人新たに加わる予定です。リガフィではあと一撃ではカルバリは沈められそうにありませんので先にアロンをやってしまおうぞ。これで残すはレッシーのみじゃ。下手したら落とされかねない。考慮しよう。次回のネイモンハンもできれば倒してみたいずら。
それではとどめはクリスチーナに、キャブレ発射と続きましてレッシーもサンドロック1人に片付けてもらおうか思います。ゴチーン。それでは次回使徒再来、マップで再びお目にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら。